まずは、人造人間、キカイダーの概要から紹介していきます。1971年4月放送開始の、石ノ森章太郎原作の漫画特撮番組である、仮面ライダーが巻き起こした空前の変身ヒーローブームを機に、同、石ノ森章太郎により、仮面ライダーと差別化を図り、新たに世に送り出した特撮ヒーロー作品である。1972年7月から1973年5月まで全43話が放送され、当時のお化け番組であった土曜8時の8時だよ全員集合の裏番組として、人造人間キカイダーとデビルマンの2本立てで変身大会と称して子供視聴者の獲得に真っ向勝負。放送開始早々の視聴率は振るわなかったが、第1クールを過ぎる頃には 16% にまで上昇し、と8戦争の奮闘結果より続編キカイダー01の制作となった。人造人間キカイダーは悪の組織ダークに対抗するため、光明寺博士が開発した良心回路を搭載して作り出された人造人間ジローの物語。良心回路は不完全な状態であり、ダーク率いるプロフェッサーギルの悪魔の笛の音に苦しみながらも悪のロボットたちと戦い続け、ミツコ、マサルと共に行方不明の光明寺博士を探す旅をして回るという物語です。キカイダーの特徴といえば、善と悪の狭間で苦悩し成長する左右非対称デザイン。このデザインは、体の青色は正義の心、赤色は悪の心を象徴し、不完全な良心を表現しているほか、キカイダーを倒すことを生きがいとするアンチヒーローのハカイダーなどのキャラクターが特徴的。中でもキカイダーが操るサイドマシンはその未来的なフォルムから当時の子供たちの憧れのマシンとして記憶に残り、未だに根強い人気を誇っている。こうしたキャラクター像はその後の特撮番組やアニメーション作品などに絶大な影響を与え、石ノ森章太郎先生原作の実写特撮ヒーロー作品としては仮面ライダーに次ぐ人気を誇る作品となる。1974年ハワイで放送され大ヒットを記録。2001年11月より毎週土曜日から再放送を開始したことで人気が再燃。この人気再燃現象は後にジェネレーションキカイダーと呼ばれ、その翌年の2002年に4月12日がジェネレーションキカイダーデー、さらに2007年に5月19日がキカイダーブラザーズデーに制定されるなど、日本では想像できないほどの絶大な人気を獲得。1987年の映画ロボコップの大ヒットから見ても、こうした半分人間半分機械的なキャラクターがアメリカでは受けるのでしょうか。キカイダーが操るサイドマシンのベース車両は川崎マッハ 3,500GT スペシャルサイドカー。大陸モータース太田市により川崎と共同で製作され、1970年の東京モーターショーに未来車をイメージしたコンセプトマシンとして発表。サイドカーのロードレース仕様となっており、非常に車高が低いのが特徴である。この仕様は正座するようにまたがってニーレストに膝からももを乗せるニーラーと呼ばれ、その乗車姿勢からひざまずくを意味する英語の動詞ニールに由来する。モーターショー時の車体は白色であったが、番組関係者が制作者よりサイドマシンを貸与された即日、黄色く塗装、側車後部にウイングが取り付けられ改造された。さらに撮影時の不整地でのハードな走行もあり、返却時の変わり果てた姿に制作者はショックを受けた。オリジナルの実写は走行可能な状態では現存しておらず、フレーム、ボディ、ステアリングとサスペンションの一部が残っているらしいが不明である。
2009年6月某日、長年の夢が現実へと動き始めました。カスタムバイクの製作を手掛けていた SW 黒沢氏は、自身が所有するスーパーセブンのオーナーミーティングに参加。そこで彼は、コスチュームと車両用レンズの製作を専門とする N 氏と運命的な出会いを果たす。二人は意気投合し、サイドマシンに乗りたいという幼い頃からの熱い思いを共有。そしてオリジナルに勝る最高のレプリカを作るという壮大なプロジェクトを立ち上げたのです。これが伝説のバイクを現代に蘇らせるサイドマシンプロジェクトの始まりでした。そして北海道に住む本動画のアップ主である私も当時スーパーセブンを所有しており、 SNS を通じて北海道と兵庫県という遠く離れた場所で情報を交換し、親交を深めておりました。幻のサイドカー、サイドマシンを完全再現。このプロジェクトは伝説的なバイク、川崎マッハ3500のフレームをベースに、オリジナルに忠実な寸法で再現したワンオフのサイドマシンを製作するものでした。単なるレプリカではなく、車体のホイールベースや前幅、前高を厳密に再現し、外装はすべてアルミ製で高い質感を追求。さらに、このプロジェクトでは登場するキカイダーのコスチュームも同時に制作することで、作品全体の完成度を高めることを目指していました。プロジェクトへの参加は、バイク製作の経験や性別は問われず、サイドマシンに対する情熱がある方なら誰でも歓迎され、技術がない方でも広報や資金管理といった多様な役割で貢献できる体制が整えられていた。完成したサイドマシンはモーターサイクルショーなど数々の大規模イベントへの出展を目指し、まずはそのお披露目として当時の撮影現場だった小河内ダムでサイドマシンを蘇らせることを目的とするものでした。オリジナルに忠実な寸法で再現。といっても原車が存在しない状況では寸法もわからない。そこで絶版のプラモデルをオークションで入手し、その細部から紐解いていくこととした。プラモデルから採寸されたデータをもとに SW 黒沢が長年カスタムバイク製作から培ってきたハンマーフォーミングという金属板を叩き、複雑な3次元形状に成形する金属加工技術を駆使し、ボディを形成していく。まずはそのベースとなる木型の製作を N 氏が担当する。これと同時進行で SW 黒沢によりリアのウィング製作が行われた。現在の日本にこの手法で製作できる人間が何人いるのだろう。しかしここからが制作者の腕の見せ所だ。出来上がった木型に沿って部分ごとにアルミ板を切り出し、ハンマーフォーミングで形を整え、溶接により接合し、側車ボディを成形していくという気の遠くなるような魂のこもった作業が始まったのだ。
燃料タンクの製作。サイドマシンの車高を低く設計するため、燃料タンクはバイク本体から移設され、サイドカーとバイク本体に挟まれるように収められた。これにより、本来のタンク部分にはオイルタンクと燃料ポンプが収められている。タンクの製作には走行時の耐久性を重視し、素材の選択から接合部の構造まで考慮して振動によるクラックの発生などへ対応し製作された。側車ボディの製作、ウィング、燃料タンクの製作にはおよそ半年の時間を要した。さて、ここまでは順調に進んでいるかのように見えるプロジェクトだが、最初の難関が立ちはだかった。肝心のバイク本体も手に入らない中、果たして40年も前に製作されたサイドマシンに使用されていた部品を揃えることができるのか。ここから先、この困難に立ち向かうため、全国のプロジェクトメンバーがその知恵と勇気と行動力を結集し、一丸となって立ち向かっていくのである。2009年12月1日現在、プロジェクトメンバーは25名。この困難な状況を彼らはどう乗り越えるのか。そして40年前の奇跡は今再び起こるのか。その答えは次の動画で明かされます。次回の更新をどうぞお楽しみに。見逃さないためにもぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が動画制作の力になります。